目覚めた地球人へ。今日は 60% くらいの日本人が怖がっていると言われている死生観についてお話ししたいと思います。個々の人間が今の現実をしっかり見ることで、これからの生き方に影響し、死生観もすっかり変わってくると思います。これからの地球は感情に振り回される時代が終わっていきます。私たちはなぜこの地球に今生まれてきたのか、今の転換期に生きているのか、ここで地球人とは何かを話していきます。地球人とは地球で波動の性質を持つ意識のエネルギー体です。有の物質世界と無の精神世界を生きる地球存在が地球の人間です。思考、感情、行動を起こすことで物質世界に現実の経験をする意識の現実化の創造ができる存在です。地球で意識のエネルギーの地球人が物質世界での感情や思考の波動で現実化の経験を楽しんで決めていたテーマ、決めてきた目的を達成することがこれからの地球で体験することです。この動画を見ることで目には見えないエネルギーを知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても、今の転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。準備して心構えをします。潜在意識や量子力学を独自で学び始めて、科学では解明できていないスピリチュアルなことや物質である現実では目には見えることだけではない現実もあること、感情や思考の波動で現実を作っていることを日常に試している毎日と自分を信じてこの動画を配信しています。今回は死をテーマにして死生観についてお話ししていきます。個々の考え方もありますが、この動画では死生観に対してネガティブなイメージでのお話ではありません。ではなぜ人類を含むすべての生物は死を迎えるのか。死というものが存在する本当の理由は何なのか。生きることと死ぬこと、人生で死に対して準備をすることが死生観と捉えていますか？今までの地球では目には見えないことは信用することも理解をすることも難しいと感じることが多かったと思います。地球に生命体が誕生して数十億年の間、死なない生物が多数存在していました。この時、ほとんどの生命体は単細胞生物で、彼らの繁殖方法は細胞分裂でした。つまり、一つの細胞が二つの細胞に分かれるということです。遺伝子を代々引き継ぐことによって、この生物の種族を継承することにつながります。遺伝子の生き残りを高めるためには、生命体はさらに繁殖方法を複雑にして進化させていきました。種の視点、遺伝子の視点から見れば、個体の生命に期限をかけた進化は、遺伝子の生き残る確率を高めることができました。生命体の繁殖の目的は、個体の継続ではなく、遺伝子の存続です。これからも進化し続けている人間は、自身の人生の目的がわかることで、地球に生まれてきたことを実感し、生きていくモチベーションに近づけていくことができます。今、どんな死生観を持っているかによって、これからの人生の生き方も違ってきます。この動画を見ている悩みと不安を持っているなら、一緒に解決していきましょう。なぜ人間は死が怖いのか。今日のタイトルは死生観です。私たちは今を生きているわけです。将来いつ起こるかわからない死について
死んだらどうしよう。死にたくないっていろいろと考えることは悪いことではないんです。もしかしたら今、現実が苦しいから死にたいって生きることから目を背けている人間もいるかもしれません。人生をより良い方向に行くためには、動画を見てくれているあなたに本当の能力を引き出せるような内容にしていきます。地球では目には見えないものは9割以上と言われています。エネルギーは波動や波長、周波数とも言われています。地球存在すべてのものは意識のエネルギー体です。地球は望む未来を先に思考することで現実が作られていきます。イメージできることは地球人の最高の味方です。地球人生のアイテムとして想像力を使いこなして現実を楽しむことがこれからの地球人の生き方になります。地球人は個性を大切にする生き方が人生を楽しく生きることにつながります。はじめにお伝えできることは、人間という生命体で生まれたことによって物質の体の死は必ず来るということです。人間の体の遺伝子は人類を含む動物に寿命という制限をかけたからです。動物は仮に子孫と繁殖をしたとしても寿命という制限が存在するから、その繁殖の機会も限られてきます。例えば人間の三大欲求はすべて体の中のホルモン物質の分泌によって引き起こされます。三大欲求の減少は根本的にはホルモンの影響です。人間の生きるための欲はホルモンによって引き起こされています。睡眠、異性を好きになることもすべての体の中のホルモン物質の分泌によって引き起こされています。私たち人間は今この年齢でこの地球の転換期を経験するために地球に来て今を生きています。生まれてくる前に性別や容姿などすべての人間は選んで生まれています。人間が地球に生まれてきた目的は個々の課題を見つけて幸せに生きるためです。地球存在すべてに感謝できることも目的です。この人間社会には絶対的な平等があります。それはすべての人間が経験する死です。それほどの名誉、お金、財力があったとしても、物質の体の死が来るときには自らは何もできません。これが人間たちが死を恐れる理由ではないでしょうか。例えば自分だけが不老不死を手に入れて長い月日を生きることができたとします。長く生きてしたいことって何ですか？孫やひ孫より生きてやり遂げたいことって何ですか？あなたにとって死とは何ですか？今までこの悩みを解決するためにどんな情報を探してきましたか？今までの経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験しています。この動画を見ている時点で今のこの悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。今から心と行動と体のケアを始めていきましょう。今までの古い概念や思い込みを外していく。新しい考え方も取り入れていくことで望む人生に向かっていけます。この地球で決めているテーマを達成すること、決めてきた課題をやり尽くすのにちょうどいい月日、ちょうどいい時間が寿命と捉えてみてはどうでしょうか。健康で有限な命を
意識し始めることができます。寿命があることに感謝していけます。自然とモチベーションがアップして、自然と自分自身を成長させることができます。さらに自信が出てきます。ここでまとめです。個々の死生観があっていいと思います。まずは一生懸命に生きることが重要です。生きることがあって死というものが見えてきます。一生懸命に生きていない人は死というものが見えないと思います。一生懸命に生きていないから死んだらどうしよう、病気になったらどうしようとまだ来てもいない未来の心配が出てくる。私たち人間は今を生きているわけですから、もっと生きることに焦点を置いて、生きることに集中する。すべてのエネルギーを自分に費やすことが重要だと思います。もし今の年齢で死について悩んだところで、60歳、70歳、80歳になってから死を考えたときには、今の考えとは絶対に違う死生観になっています。死について考えるときには、生きることを考える。今、この時をどう生きるのか。とにかく一生懸命に生きることをやっていく。すると、自分自身の死生観ができて、初めて死ということを受け止めることができます。死に対する後悔とか全くなく、人生をやりきったと思えるなら、死は怖いものではないと感じます。素直に受け止められるのではないでしょうか。逆に生きることをしていないと、死が近づいた時に人生の後悔が出てくる。あの時にしておけばよかったと思うことが山ほど出てきて、後悔の中で死んでいくような残念な人生になってしまいます。だから今、死について考えるよりも、一度きりの人生の生きるためにエネルギーと時間を使った方がいいのではないでしょうか。今、目の前に現実を覚悟して生きる世界は、地球人の本質は求めています。心が信じていることを確認し、個性を出していくこと。どこまでも成長できるか、どんな壁も乗り越えられるか、どんな人生にしていきたいのかをはっきりとした人生のゴールを決めると、すっきりと心が感じて、一生懸命に生きていけます。普段当たり前に出てくる思考は、人生で考えてきた記憶のようなものです。人間は脳を使うことで現実は作ります。今までの考えてきた思考ではなく、これからは感じる思考、自分の本質で現実を作ることができます。今までの古い概念や思い込みを外して、新しい考え方も取り入れていくことで、今からの地球の波動に合っていきます。自分自身のできることが分かってきます。他者のことは気にせずに、批判もせず、比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきます。これからの地球では、映画や漫画のような信じられない出来事も身近に起きてきます。次は何が来るんだ？今度はそう来たかという柔軟な心構えも大切です。あなたは存在しているだけで個性の存在です。地球に生まれてくる前に決めて選んできたゴールを見つけていけます。地球人の望む未来は今ここにあること。宇宙の中の地球に生きていることを心から喜んで感謝することで壮大な経験をする時が来ます。個性を生かして魂に従って独自の生き方ができます。
現実なのかと思えるような、見たことも体験したこともない状況も想定して、この変革期の地球では不便と感じる現実もあるでしょう。地球存在のすべてを尊重することで、自身が強く豊かに生きることができて、死をイメージできます。今を生きている愛のある素晴らしい地球人は、自然に向き合うことで個性を知ることができます。あなたはたった一人の個性のある存在です。他者と比べる、競う、争うことは必要なく、全く無意味なのです。あなたの代わりは、この物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら、個々のテーマと目的のために生まれて地球で生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけると励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。